ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーでマリオの世界を彩った音楽を紹介。ということで今回取り上げるのはザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーです。今世界中で大ヒットしている映画が今回紹介するザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーですが、この映画は子供から大人まで楽しめるエンターテインメント作品になっていて、ゲームのようであり、またアミューズメントパークにいるような感じもしてしまう、その映像がすごいのはもちろんなんですが、音楽もこの映画の世界観にすごくマッチしていて、観客を楽しませてくれる要因の一つになっていました。なので今回はザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーで流れた音楽について見ていきたいと思います。ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーは日本では4月28日から公開されていますが、アメリカをはじめとする世界70カ国では4月5日から公開されていて、そのオープニング記録がアニメ映画史上最高記録を達成するほど世界中で大ヒット映画となっています。で、アメリカでは5月1日時点で4週連続1位を獲得していますし、日本でも4月28日に公開されて、その週末3日間で19億円以上を売り上げる大ヒット作品となっていて、ゴールデンウィークが終わる頃にはもっともっと数字が伸びているんじゃないかなと思います。映画館にもマリオのコスプレをした子供なんかもたくさんいて、みんなが楽しみにしていた映画なんだなということがその光景からも伝わってきました。で、実はこの映画はアメリカで公開された時、映画評論家からの評価は低く、逆に一般の観客からの評価は高くなっていて、そのことでも注目されていましたが、今でも映画批評サイトの一つロッテントマトでは評論家が59点という辛めの評価なのに対して、一般の観客は96点をつけていて、その評価が大きく分かれています。これに関してこの映画のプロデューサーでもあり、マリオの生みの親でもある任天堂代表取締役の宮本茂さんは、映画を見た人たちの評論家がずれているんじゃないかみたいな意見が映画のヒットの追い風にもなったとインタビューで答えていました。確かにストーリーだけを考えると、マリオの弟ルイージがクッパに捕まってしまい、マリオがピーチ姫とドンキーコングと一緒にクッパと戦うという物語で、それだけのお話なんですが、この作品を見る人たちはそもそもストーリーよりもマリオという世界観を楽しみにしていると思うので、映画はファンが期待していた通りのゲームの世界のマリオになっていて、観客はゲームをやっているような感じで楽しめますし、またゲームの世界に入り込んだような感覚を味わえるので、そういうアトラクション的な感覚がこの映画の大ヒットにつながっているような気がします。なので評論家と一般の観客がこの映画に求めているものがそもそも違うので、2つの間で評価が分かれる結果になったんじゃないかなと思います。ただこの作品にはゲームファンが思わず興奮してしまうような場面がいくつもあって、映画の冒頭で画面が横スクロールで移動していくのはまさにゲーム画面になっていましたし、ハテナブロックから出てくるアイテムには思わずこんなアイテムあったなと懐かしくなりましたし、マリオが途中で訓練する場面があるんですが、そこでのマリオの失敗はこういう失敗するんだよねとゲームをやっていた頃を思い出してしまいました。私自身はそこまでゲームには詳しくありませんが、それでも一度マリオのゲームをやったことがある人であれば、こういうのあったなと懐かしくなると思いますし、現役でゲームをやっている人はもっとテンションが上がるでしょうし、逆にゲームをやったことがない人でも映像が楽しいので、見ているだけで愉快な気分になれて、ゲームをやったことがある人もない人も楽しめる作品になっていました。で、その他にもこの映画にはたくさんのゲームネタが隠されていて、それを見つけるのもマニアにとっては面白いと思うのですが、ゲームに関してはゲームに詳しい方たちが紹介していますし、映画を見た時にもらえる入場者プレゼントというのがあって、これは4種類あるんですが、各シーンごとに分かれた冊子になっていて、この冊子の中で劇中に登場した各場面の元になっているゲームを紹介してくれています。これはゲーム好きには嬉しいプレゼントですし、この冊子を見れば劇中のゲームについては知ることができるようになっています。
なので今回はゲームネタではなく、冒頭でも言ったようにこの作品を盛り上げていたもう一つの要素、音楽について触れていきたいと思うのですが、マリオといえばおなじみのあの音楽があると思います。その音楽を含めゲーム中に流れるいろんな音楽が劇中のさまざまな場面で流れてきて、うまい具合にアレンジされているので、それだけで自分がマリオのゲームの世界にいるような楽しい感覚になれました。で、さらにこの映画には耳なじみのある音楽がたくさん使用されていて、まずオープニングのクッパ軍団とペンギン軍団の戦いで流れた曲は布袋寅泰さんのバトル・ウィズ・アウト・オーナー・オア・ヒューマニティです。この曲は2000年に公開された新仁義なき戦いのテーマ曲ですが、2003年公開のキルビルの中で使用されている曲でもあるので、キルビルのテーマ曲と思っている人も多いかもしれませんが、この音楽が映画の冒頭から流れるので、映画好きの人は一気にテンションが上がると思います。で、その後マリオとルイージはブルックリンに住んでいるんですが、そこではビースティーボーイズのノースリープティルブルックリンがかかります。これは同じニューヨークのブルックリンが舞台にもなっているスパイダーマンノーウェイホームでも流れていましたし、このザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーを手掛けたイルミネーションの作品ペットでも使われていました。さらに先ほど触れた思わず懐かしくなってしまうマリオのトレーニングシーンで流れていたのは、1984年公開の映画フットルースの挿入歌ホールディングアウトフォアヒーローです。この曲は日本語でもカバーされていて、ドラマスクールウォーズの主題歌にもなっています。ちなみにこの曲を劇中で使用したのは、この映画のプロデューサーのクリス・メレンダンドリさんが初めて参加した映画がフットルースだったということもあったそうです。その他数々の映画で使用されている Take on Me も流れてきて、この曲はデッドプール2やバンブルビーをはじめとするたくさんの映画で使われていて、イルミネーションの代表作ミニオンズの映画怪盗グルーのミニオン大脱走でも使われていました。映画ファンであれば何かの作品で一度は聞いたことがあるのが1980年代を代表するこの Take on Me ですし、それ以外にもアイアンマン2や浅野忠信さんが出演していたバトルシップでも使用されていた AC/DC のサンダーストラックが流れたり、オペラで有名なハバネラも使用されていて、これもいろんな映画で使用されている音楽で、例えばボヘミアン・ラプソディでフレディがレコード会社の社長に聴かせたのがこの曲でしたし、さらにこれもいろんな映画で使われている ELO のミスター・ブルースカイ、最近だとガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスで使われてましたが、こんな風にあの映画で聴いたことがあるという曲がたくさん流れてくるのがこのザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーの特徴にもなっていました。ということで今回はザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーで流れる音楽を紹介しました。一度は聴いたことがあるという曲がたくさん聞こえてくるのも嬉しくなりますし、またその曲が映像とマッチしているのでますます盛り上がって見ていて楽しくなってしまう作品がザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーです。なので劇場で音楽と合わせてその世界観に浸ってほしいですし、大画面でマリオゲームを楽しめるのはこの映画しかないので、ぜひ劇場に足を運んでザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーを楽しんでみてください。あとこれから映画を見るという方は最後まで席を立たずに映画を見てください。エンドクレジット後にあるキャラクターが登場しますので、劇場が明るくなるまで座っていることをお勧めします。ということで今回はザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーについてのお話でした。